円安はいつ終わると思いますか？そのせいで留学する日本人が減ってるようです。早く解消してほしいです。終わらせ方としては一つの方法があって、めちゃくちゃ利子上がるっていうパターンがあります。結局、日本の利息利回りが 4%、5% になりましたって言って、マンションで変動金利でお金借りてた人が、みんなバタバタとマンションを手放すことになり、銀行からお金を借りてた人たちっていうのが、銀行に借金返せないっていうので、バタバタとこう倒産するというのを許容するのであれば、割と円安が終わることは可能です。ただ、そこまでして果たして円安を対峙するデメリットを得る必要があるのかっていうところで、結局そこまでのそのデメリットを負うというところに、社会として果たして本当にメリットがあるのかっていうところだと思うんですよね。日銀の人も今めちゃめちゃ困ってると思うんですよね。結局その金利を上げないと円はどんどん安くなってしまうっていうので、長期金利をちょっとずつ上げてるんですけど、でも長期金利をちょっとずつ上げちゃうと、じゃあそこら辺の利子だったりとか、日本国債の利回りとかも上がってしまうので、なので結果として日銀損してしまうよね、みたいなのもあって、で、健全な国にするのであれば、やっぱりそれなりに利子率高くしなきゃいけないのに、その利子率を高くするということが、やってしまうと、日本経済がもっと悪くなってしまうっていうのがあるので、なので、とはいえでもなんかインフレ 2% しなきゃいけないよねとかもあったりするので、なので結構積んでるよね、日銀総裁大変だよねっていう風に割と僕同情的な感じで見てますね。結局その金融政策で円安円高とかでなんとかなるというレベルではもうなくて、例えばじゃあ iPhone という携帯電話欲しいですって、今最新の機種だと20万円ぐらいすると思うんですけど、で、じゃあ iPhone を買いたいと思ってる日本人の人って、それが20万円でも25万円でも買いたいんですよ。欲しいから。っていう商品が作れれば、別にそれは世界中の人が欲しがるよねっていうのを買ってくれるよね。だから景気がいいよねっていうのは可能なんですよ。例えばその iPhone で使われるアプリとか、Android で使われるアプリとかって、そのアプリを使ってる会社にお金を払ってる気に皆さんなってますけど、3割は Android を作ってる Google だったり、iPhone を作ってる Apple だったりに落ちるっていう計算なんですよ。スパチャを僕に今100円しましたっていう人がいたとして、で、100円のうち、iPhone でやると 30% はまず Apple に行きます。で、その後、Google にだいたい20%から30%ぐらい取られると言われていて、なので100円のうち30円が Apple、で、30円が Google。で、多分残りの30円か40円ぐらいが僕のところに来るっていう構造だったりするんですよ。100円のスパチャをして、日本人である西村博之に100円払ったという風な気になってると思うんですけど、実は半分以上はアメリカの会社に落ちてるんですよ。っていうぐらい、実はアメリカの会社ってめちゃめちゃ儲かってるんですよ。で、じゃあ、スパチャをやめようってならないじゃないですか、したい人は。スパチャをする。で、それで Apple とか Google とかにお金取られても気にしない。で、このパーセンテージが多分 35% になったとか 40% になったとしても、多分気にせずスパチャすると思うんですよ。っていうのが魅力的な商品ということなんですよ。でも日本の場合は魅力的な商品が作れなくて、じゃあ円安でなぜ物が売れるかっていうと、外国人から見たら割安に見えるから買われる。安いから買われるというだけで、商品が魅力的だから買うではないんですよね。なので、早めに魅力的な商品を日本が作って外国にいるというのをやらない限りは、この状態はずっと続いちゃうんですよね。で、日本の場合は石油を外国から買わないと成立しないので、なので日本国内の内需だけで日本は暮らせるんだ、外国のものを知れなくてもいいんだみたいなことを言い出す人いるんですけど、じゃあ、石油使わないで暮らしていただけますかっていう話なんですよね。ユーロ円今後いつ円高になると予想されますか？ 130 円くらいのもっと欲しいのですが、難しいでしょうか？難しいですね。今、ユーロ170円ぐらいですけど、日本円が下がってるよねっていうので、アメリカとの金利差であるという説明を受けがちなんですけど、確かね、通貨60個ぐらいのアメリカのドルに対しての下落幅でいくと、日本が一番下がってるんですよ。金利幅でいけば、他の通貨の平均と同じぐらい下がるよね、のはずなんですけど、62通貨の中で一番下がってるの日本円なんですよ。要するに、金利差以外でも日本円が下がる要因があるよねっていうところなんですけど、その要因が何なのかっていうのをちゃんと把握して、それに対して対処をしなければいけないんですけど、皆さんそれを見ないことにしてるんですよ。なので結果として、なんだかよくわかんないけど、円下がってるよねっていうのになっていて、日本人のそれなりの財産を持ってる人も、日本円どんどん下がってるんだから、これドルに変えた方がいいよねっていうので、どんどんドルに変えて、新型ニーサとかでも外国に投資した方が得だよねっていうので、どんどんドルに変えて投資してっていうことになって、結果としてドルを買って円を売る人というのがどんどん増え続けてるんですよ。
原因がこれです。なのでこれを直しますって日本政府が言えば、じゃあ円高に戻るかな、そろそろ変えるのやめた方がいいかなっていう風になるかもしれないですけど、今のところは見ないことにしていて、未だに円安の原因って日本政府は発表してないんですよ。で、日本政府が発表してない以上、原因がわからない。ということになるので、止めようがないという構造になるので、まだ円安にした方がいいよねという形でみんなドルを買うんですよ。で、今日銀の人たちが、マジちょっと為替介入しないとやべえんじゃねって思ってるんですけど、なので適切なタイミングで適切な為替介入をしますって言ってるんですけど、どうせお前らもうできねえだろう、利率上げなきゃいけねえからっていうので、結構足元見られてるんですよ。円安がずっと続いているというのは、円をすりすぎているというのもあるので、なので長期の金利をそろそろ上げなきゃいけないよねっていうね、長期金利を日銀上げ始めてるんですよ。で、長期金利を上げ始めてる状態っていうのを、じゃあこれがどんどん金利上げられるのかっていうと、いやーそんなに上げられないよねっていうのもあったりするので、なのでそこででも上げますって言っちゃうと日本景気悪くなるし、上げられませんって言っちゃうと、じゃあ上げられねえんじゃんって足元見られちゃうので、日銀としてもどう動いていいかわからんけど、口先だけで注視します。やりすぎたら突っ込むぜって言うけど、でも突っ込んだとしても、まあ限界あるよねっていうのもバレちゃってるので、多分また次に165円とか行く前に1回ぐらい為替介入があって、また円高方向になってってなると思うんですけど、で、それを何回か繰り返したら、もう日銀は止められないよねってバレてしまって、これ止まらねえんじゃねっていうのですごい速度で下がる可能性もなきにしもあらずというのがあったりするので、なのでやっぱり円である程度持ってるのは怖いよねというふうに、為替を見てる人は結構長期的には思ってると思うんですよね。仮にじゃあ今ドルに買いましたっつって円高になったとしても、せいぜい1手120円なんですよ。ここから円が80円になりますとか100円になりますっていう確率はだいぶ低いので、そうするとじゃあ今150円が160円になって、で170円になるっていうので貼っといて、まあ仮に円高に1回なったとしても時間の問題でまた円安に行くよねっていうのは結構見えちゃってると思うんですよね。僕が去年かなんかに150、140円とかだっけかなんかで為替介入あると思うんですけど円安戻ると思うんですよって話をしたと思うんですよ。で、その後に円高に1回なったんですけど、結果としてその時に僕が言った金額で投資してる人ってみんな得してるんですよ。アメリカドルにしていくと年率 3% とか 4% とかつくので、で、円安になってますっていうのがあるので、円安に1回行ったとしても、やっぱり円安になるよねっていうので、なので円安で今、円安構造で、これまた円高になるかもしれないので、投資して、ちょっと戻ったとしても、一時的に損失発生するんですけど、でも時間の問題でやっぱどんどん円安に下がっていくよねっていうのがあるので、それだったら今、ドルに投資して円売っといた方がいいよねっていう構造なんですけど、ショートで積んでる人はお疲れ様でしたっていうのもあったりするので、なかなかね、厳しいと思うんですよね。円安が進んで貯金を日本円で持つ人が多いのはなぜだと思いますか？今後のことを考えると多少は米国株や金などをポートフォリオとして持った方がリスクが少ないのかなと思います。日本人の平均貯蓄額は1820万なので、少ないなりにも投資に回すべきなので考えております。僕もまあそれで正しいと思いますけど、ただ全ての人が合理的にものを考えることができるわけではないというところで、高齢者ほど新しい価値観考え方というのがまずわからない。で、さらにあるのがこれ、やり方がわからない。外貨ってどうやって買っていいのですかっていうのがまずわからない。で、そういう人ほど銀行に相談しちゃうんですよ。で、銀行って投資信託売ってるんですけど、確かね、2022年かなんかで銀行が売った投資信託の 99% が元本割れなんですよね。要するに、銀行が推してた投資信託を買った人は 99% 損してるんですよ。投資信託って売った瞬間に手数料収入があるから銀行ってすぐ売りたがるんですよ。なので、普通に外貨を買ったりとか、オンラインの証券会社とかで SP500 とか買っとけば全然増えてるのに、窓口で相談した結果、じゃあ外国の株とかも入ってるこの証券いかがですかっていうのをお勧めされて、これでドルとか買えるんだ、へーって言って買って損するっていうのになるので、相談相手が、でもね、銀行は信用できそうに見えるんですよ、昔はね。昔はね、銀行信用できたんですよ。今はね、情弱をかもるっていうのを銀行はやるので、なので、銀行を辞めた人の話とかで、高齢者を騙す仕事をしたくないからもう銀行を辞めたいですっていうの、地方銀行の人に結構多いんですよね。投資信託とか売らなければいけませんっていう義務が若い人たちとかに営業の義務が発生して、で、やるとしたらやっぱりそれなりにお金持ってる人ってやっぱ高齢者なんですよ。で、高齢者のところに話した時に、じゃあちょっとこの有価証券買った方がいいんじゃないですか、投資信託買った方がいいんじゃないですかみたいなことを言って、買わせるっていうのをやらないと、結果として上司に怒られるっていうのがあるんですよね。なので、それをやり続けるのが辛いっていう
ので、やりたくない。だからやめるみたいな人が結構いたりするので、金持ち相手っていうかね、今金持ってる人って高齢者なんですよ。で、さすがにもう証券会社は、そこまで高齢者にはめに行くは、今はそんなに聞かないから、本当に金持ってる人って、はめづらいんですよね。それなりに情報を持ってる人しか今金持ってないので、普通に働いていて、引退して年金でお金が入っていますっていう、70代ぐらいの人とかが銀行しか金融的な接点がないので、なので銀行に騙されるんですけど、逆にそういう人って証券会社の接点がないから、営業に行くっていうところが地道に訪問販売みたいなことやれば別ですけど、でもそうじゃないと、だいたい50代とか40代とかで証券会社の接点がある人ってすでに金持ちなんですよ。今、3割ぐらいの人が何らかの証券を買ってるんですけど、株だったり投資信託だったりとかで、確かね、10年前ぐらいに、有価証券持ってる人って、日本の人口の 10% とかそれぐらいだったんですよ。株を持ってる人っていうのがすでにレアで、なので、株を買うというのはイコール金持ちであるっていう、そういう時代だったんですよね。今ね、確かね、NISA のおかげで3割ぐらいになったはずなんですよね。見る情報によって数字が違うので、金融庁とかがちゃんとした数字を出してくれれば確定すると思うんですけど、なんかそのアンケート的なやつだと、2割台っていう説だったり、3割台っていう説だったりで、なのでまあ一応上がってはいるんですけど、まあまだまだ半分にはいってないっていう状態。なので半分にはいってないので、7割ぐらいの人は未だに円資産しか持ってないっていうのと、あとは20代でいくと、確か5割かな？しかも5割、6割が、ゼロ貯蓄世帯なんですよ。貯蓄ゼロ世帯か。でね、確か50代とかでも2割とか貯蓄ゼロ世帯がいるのかな。毎月毎月働いている給料で暮らして、普通預金にはまあ多少5万円とか10万円とかあるんだけど、定期預金とかいられるほど100万円とかのそれなりにまとまった額を持ってないという世帯が結構多いんですよ。今ゼロ貯蓄世帯どれぐらいなんだろう。まあググればすぐ出てるの。貯金ゼロ世帯全体の3割。20代シングル貯蓄ゼロ4割超えっていう感じで、割とドル買った方がいいよねとかっていうより、ドルの前にまず円がねえっていう、そういう人が割と多い。そういう状況なんですよね。世代別貯蓄ゼロの割合、20代、単身世帯ね、39%、30代36%、40代35%、50代35%、60代28%、これ単身世帯。というわけで、だいたい単身世帯は3割以上は貯蓄がゼロです。ドルにした方がいいよね。いや、その前に円が持ってないです。でね、これのね、2人以上世帯になるとまた変わってきて、2人以上世帯だと貯蓄ゼロが20代だと37、30代から22%、40代24%、50代23%、で、60代19%ということで、結婚できてる人たちは結構それなりにお金があるので、やっぱ貯蓄ゼロ世帯は減るんですよ、10% ぐらい。なので、金持ってる人は割と結婚ができるっていう感じなので、結婚したから金が余るっていうパターンもあるんですけど、なるべく結婚した方がいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。